オリンピック。若い時から4年ごとに一つのすんごい楽しみだったのは、特に今年からなんだけど、見たいと思わないですね。非常に残念な気持ち、複雑な気持ちなので、今日それについて、今回のオリンピックで衝撃を受けたことについて、ちょっとお話しさせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。若い時から4年ごとに行われるオリンピックを見るの、すごい楽しみのことだったんですよね。もうね、頑張ってきた選手たちの応援とか、アメリカの国旗がね、降って、こうね、見られる効果がね、流れることがすんごい楽しみなことだったんですが、先日のオリンピックの開会式の時から、今年は見ないことにしましたね。あんな恥ずかしい、品のない、何あれと、フランスって素晴らしい国だはずなのに、宗教をバカにしたり、トランスジェンダー、ドラッグクイーンをわざとらしく出したり、全く恥ずかしい。一般のフランス人は多分嫌だと思ってる人が多いと思うんですよね。恥ずかしい。開会式ほど国のプライドを込めて、国の歴史、その国の素晴らしさなどを世界にアピールすることが普通だったんですよね。特に今年まで。誰がこの判断したのか、オリンピック協会なのか、フランスの中なのかわかんないんだけど、わざとだったんですよね。こんなひどい、品のない、わけのわかんないような裸で人のものまで見えたり、わけわかんないようなキャラが出てきたり、宗教を完全に明らかにバカにしているような開会式なんては、もう見て、このオリンピックはアウトだな、見たいと思わない。ただ、その中で複雑なのは、選手たちだよね。日本人、アメリカ人、全世界の若者が一生懸命、このためにトレーニングを若い時から毎朝起きて、夕方またトレーニングして、学校に通って、さらにトレーニングして、このオリンピックのために頑張ってきた人たちの応援もしたいんですよね。なので、じゃあ、ひどい品のない開会式を置いて、ちょっと冷静に見ようと。開会式の後はすぐに停電があったこともありましたよね。なぜその停電もあったのか。パリ、オリンピックを行われるパリで停電があったことは。なんかね、神様に怒られたっていうのはもう考えてる人がいるんですよね。さらにショック受けたんですよね。何回も何回も。まず柔道からショック。長山選手、柔道に詳しくないんだけど、見て、いろいろ解説も見て読んで、何だったのあの審判は。びっくりしたんですよね。次は柔道、また、村尾選手の件も。審判は何やってるの？フェアなのこれは。おかしいんだよね、どう見ても。普通の目で別に日本より、こっちよりとかじゃなくて、普通から見るとおかしくない？で、さらに、バスケットボール。ファウルじゃないんだろう、どう見ても。全くファウルじゃない。もしかして、その前にトラブルして、打って、ファウルって取られて、負けた日本。日本だけじゃないんですよ。残っただけじゃなくて、アメリカ人として、どこの国の人でもそうなんだけど、やっぱり自分の国の代表の選手たちが出てきて、アメリカだったら正常期を持って、正常期の色の服着て、出てきて、ことに、アメリカ人としてすごいプライドを感じる。日本人もそうだと思うし、どこの国の人でもそうなんだけれども、レブロン・ジェームズって、もう知らない人はいないと思うんだけど、バスケット選手の、もうアメリカの代表になって、バスケット試合の時に流れる国歌に座る。座って、もう失礼なことをする人はどうやってアメリカの代表、国旗を持つ人になるのかは、アメリカ人としてはこれもすんごい嫌なことなんですよね。国の代表、国のため、その国の方じゃなければ、もちろん個人個人で頑張ってきたんだけど、
アメリカの看板で、アメリカの傘の下で代表としていて、アメリカの国歌の時に座る。失礼じゃないですか。他の国の人たちになんかアピールしてできていると思ってるのかな？できてないと思う。多分、日本人も他の国の人を見て、何やってんの？失礼じゃないの？自分の国に対して。本人はなぜしたのかって頭の中で意味があると思うんだけど、正直に言わせてもらうと、すんごい失礼。失礼。見てる人たちから見ると、失礼なことだなと、ショック受けました。さらに、大ショックだったのはボクシング。女子ボクシングに男子2人が入ってるんですよね。その試合をぜひ自分たちで見てみてください。X などに流れてるんだけど、一生懸命ボクシングのトレーニングしてきた女子にとっては、フェアだと思う人いる？男とボクシングするなんて。ボロボロになった血をガーッと流した選手の顔見てくださいよ。泣くんだよ、それ見て。何やってるの？オリンピックレベルでは。こういうオリンピック見たいと思う？正直見たいと思うよ。応援したいんだよね、選手たちは。それぞれの国の若い頑張りや努力する新記録を目指して頑張ろうとしている選手たちは、もちろんアメリカ人、日本人、でも他の国の人たちもね、それ見てなんか気持ちいいことはあるんじゃないですか。なぜそういうところを開会式などの試合など以外の嫌なことで、変態的なことで、なぜその気持ちいいところを取ろうとするのか、なぜそうならなきゃいけないのって、ショックですよね。開会式の後、正直にもう動画もすぐに上げようと思ってたんです。アメリカは NBC という放送局が権利を持ってるんです。批判した声がいっぱい上がりましたよね。開会式の後すぐに。ちょっとでも映像を使った人がすぐに著作権の警告がみんなに来ましたよね。ずるいよね。自分たちも消そうとしたし、最終的に一応の誤りがあったんだけど、でも前もってわざとこれをやったわけですよ。わざと。適当じゃなくてわざと何年もプランニングしてやってきたことが分かった上でやったので、許せないんですよね。残念しか言えないです。完全に見ないことにしている人が少なくはないと思います。私は最初開会式の後そっち派になるのかと思ってたんだけど、冷静になってから最終的に選手、頑張ってきた選手のためのイベントなので応援したいと思います。皆さん一人一人、国は関係なく努力する人たち、国の代表として国も関係なく、プライドを持って自分の努力をしてきたことをメダル目指してぜひ頑張ってもらいたい。メダルを取ってきたアメリカ人の選手たちと、日本人も、これから頑張る選手たちにもエールを、もう大きな応援のをお送りしたいと思っております。複雑な気持ちなんですよ。本当に。多分同じような気持ち持ってる方もいると思うので、今日このトピックについて話をさせていただきました。皆さんいかがでしたか？自分の気持ちはいかがでしょうか？開会式見て、他を見て同じなのでしょうか？ぜひ下の方にコメントをお残しください。スティーブ的視点のスティーブと言います。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。近いうちに日本に行って、日本全国回ってオフ会をやろうかなと考えているので、興味を持っている方がいらっしゃれば、下の方にコメントをお残しください。そして、スティーブ的視点の独占グッズもあります。stevepov.jp と Amazon にありますので、よろしければ、サムズアップのステッカーだけでもお求めいただければ幸いです。よろしくお願いします。これからオリンピックはまだ何日かもあるので、もっと明るいニュースがあることを願っています。それについてまたもうちょっと嬉しく報道させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。日々選手前向きに、サムズアップ的に選手たち頑張れよ！よろしくです。失礼します。